リバプールに住みたい。このチャンネルではビートルズをいかに楽しむかをテーマにした動画をお届けしております。今回のテーマはビートルズのラストアルバムアビーロードの次の作品があったです。ビートルズがアビーロードの次のアルバムについて話し合う音声を発見。その音声データをビートルズの歴史研究作家マーク・ルイスンがガーディアン紙に公開した時のこと。令和元年の秋、話題になりました。この音声の存在は前から知られていたという声もありますが、これほど大々的に取り上げられるのは初めてじゃないでしょうか。いやー、驚きました。今までのビートルズの解散通説がひっくり返る内容なんです。通説だとアビーロードが最後の作品だと覚悟して制作されたことになっているのですが、この音声の内容を見る限りそうじゃなかったんですね。もしかすると解散直前のビートルズストーリーが書き換えられる可能性もあるかもしれませんね。今回発見された音声データはアビーロードの発売前の1969年9月8日に録音されたもの。場所はロンドンのアップル本社です。ジョン・レノンとポール・マッカートニー、ジョージ・ハリソンの3人の会話が録音されています。リンゴスターは入院中で腸の検査をしていたそうです。なんだかわかりませんが、なんとなく微笑ましいエピソードですね。リンゴが後から聞けるように音声データを残したようです。最初の内容は、まず唇を切ったのがジョン・レノン。次回作はジョンが4曲、ポールが4曲、そしてジョージが4曲を担当。そう、ジョンが提案したらしいのです。面白いですよね。あれ、ビートルズを一番やめたがっていたのはジョンじゃなかったっけという疑問はさておいておきましょう。そしてジョンは続けます。彼がやる気ならと前置きしてリンゴにも2曲作ってもらおうと言います。リンゴに対するジョンの気遣いが見て取れますね。ジョン・レノンは優しい男なんです。続く内容はソングライターチームレノン・マッカートニーの解消を提案。ジョンとポールの若き日の約束を解消して以降別々の名義にする提案もジョンはしています。レノン・マッカートニークレジットの問題はいろんなところで取り沙汰されているのであまり驚きはしませんでしたが、それでもやはりファンとしては複雑な心境です。一方でレノン・マッカートニーの名義を一番大事にしていたのはジョンだったんじゃないかという気がします。ジョンのソロ作品の Give Peace a Chance の名義もレノン・マッカートニーでしたね。本当は解消したくなかったんじゃないの？ポールに対してチームの解消を持ちかけることによってポールを振りまかせようとしていたんじゃないかなと私は思っています。そしてポールによるジョージ批判とジョンによるポールの楽曲批判、この辺りになってくるともうただの口喧嘩です。アビーロードを作るまで大して良くないと思っていたとポール、褒めているようで巧妙にジョージをけなしています。対するジョージは好みの問題だと、バンドの誰一人としていい曲だと思っていないとジョンがアビーロード収録のポールの曲マックス・ウェルズ・シルバーハンマーを批判します。メリー・ホープキンなんかの別の外部のパフォーマーに提供すべきだったと続けるんです。対するポールはお気に入りだと一点張り。まあ関係はあまり良くなかったようですね。そんな中でも次回作の話し合いが持たされていた事実は驚きです。ではなぜアビーロードの次回作は制作されなかったのでしょうか。話し合いの5日後の9月13日にジョンはプラスティック・オノバンドを率いてトロントでのライブイベントに参加します。ちなみにこの時のメンバーはエリック・クラプトンギター、友達クラウス・フォアマンベース、イエスのアラン・ホワイトドラムです。ジョンはこのライブでソロでやっていく手応えを得たのだと思います。なんだ、ビートルズじゃなくても大丈夫じゃん。このライブから1週間後の9月20日、ジョンはビートルズ脱退を他のメンバーに伝えることになります。想像の域を出ませんが、こんな流れだったのではないでしょうか。もちろんアビーロードの次回作もご破算です。この音声が公開された今、今後のビートルズ史はどうなっていくんでしょうか。書き換えられるのでしょうか。それにしてもマーク・ルイスンはなぜこのタイミングで公開したのでしょう。こんな重要なものを隠していたんでしょうか。
ビートルズの歴史研究作家なる肩書きを持っているのであれば、もう少し責任のある行動をしてもらいたいものです。それからアンソロジーシリーズでビートルズのメンバーを含め、誰もこの話題に触れていないのも引っかかります。これは何かあるな。以上、ビートルズのラストアルバムアビーロードの次の作品があったでした。おしまい。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。